鈴木恒明さん、当時13歳。爆心地からおよそ 2.7 キロにあった東神谷町の自宅で学校へ行く準備中に被爆しました。被爆直後から目撃したさまざまな惨状は今でも忘れることはできないと鈴木さんは言います。特に市内中心部に住むおじさん一家には仲が良かった同世代のいとこたちがいて、原爆で一家全滅したことはとてもつらい出来事だったと振り返ります。戦争による食糧難も大変だったという鈴木さん。戦争は絶対いけない、平和じゃないといけないと強く訴えます。父ですね、母ですね、から妹が2人、文子と弘子。特に文子は小学校の6年生だったが、弘子はまだ2歳でした。親父は中小企業へ働きに行きおりましたからね、戦争中でも。兄貴は海軍兵学校行っておりましたから、だから兄貴はおらんかったんで、東神谷町いうんですよね、あそこに住んどったんです。小学校ね、袋町小学校、親戚もすぐ近くにあるし、その秀明君とも仲が良かったから、毎日学校の帰りには寄ってね、でその秀明君の家、散髪屋ですからね、寄って歩いて家まで、小学生ですよ、帰ったんです。で小学校ね、今の広大附属中学校、建物疎開でねに僕らが動員されて疎開作業をやりよったんですよ。建物へね、2階の柱にロープを巻きつけて、ね、よいしょよいしょよいしょってやるわけですよ。3階建てや世の中の旅館がね、うわっと揺れ出すわけですよ。だんだん揺れがひどくなるんや。もうちょっとで頑張れよ、よっしゃややりおるうちにだんだんって最後にどうさーって倒れるんですよ。やったやったやったってお喜びしてね、疎開作業でも一つも苦痛じゃなかったですよ。暑かったけどね、楽しみでね、一番嫌いなのが授業だけね、勉強だけね。勉強が来たらさっぱり面白ない。農村運動員もね、突然でしたよ。だから広島駅明日の朝集合、調子なんだけど、突然行くことになりました。今のね山陽本線の高知いうのがあるでしょう。道路を直したり、田んぼを耕すようなことをやったり、食料難でしたからね、もう腹ペコなんですよね。腹減っても何でもとにかく辛抱して頑張れ、帰りたかったですね。だからね、病気になったら帰らせてもらえるんですよ。病気になったらね。ただね、僕は悪知恵がよう働く方だけね、病気になれへんかとこう知恵が回るわけよ。作業しておりましたからね、草いっぱい山ほど車に積むんですよね。それ
埃がいっぱい立つわけやね。だからその埃を名医両もや入るんですよね。それでね、先生、目に埃が入って目が痛うといけんのですが、聞いたら、あ、そうか。じゃあちょっと具合が悪いとね、じゃあ広島に帰ってこい、治療してこいとこうなるわけや。じゃあそれ許可得てね、で広島へ帰ったんですよ。ああ、原爆の直前までずっとね、疎開か親父がとにかくだんだん広島が爆撃がだんだん多いようになってきてね、危ない経緯でね、ずっと古市の親戚にあれやね、泊まりに来よったんですよ。古市泊まるでしょ。したら朝もう暗いうちに起きてね、もう一番電車ぐらいでしたからね、壁線で暗いうちからもう家帰ってきて、もう腹ペコですからね、やっぱりすぐ朝飯食べたでしょうね、当然ね。朝飯が済んだら今度は学校へ行かなきゃいけませんからね。で学校へ登校する準備にゲート類の巻きおったんです。それが良かったね。つまり座っとるでしょ。座ってゲートの巻きおるけん、窓の高さがこれぐらいにあるわけです。ガラス窓がね。そこへ巻きおる時に原爆が来たんですからね。このガラス窓がちょっと上のだったから破片がみんな飛び散ったがバーッから僕をかすり傷一つ負うてないんです。その時は幻灯を見るようにね、こう自分の影がこの襖に映ってね、明るに。それであらどうしたんかな、表襖の方見た途端にぐらいにドカーンドカーンの音も聞こえやせんのですよ。もうあとうわー、ものすごい爆風ですね。僕らは世間ドカーンいう爆発音も何にも聞いちゃうの。でね、親父がねおらんのですよ、原爆が。でお父さんがおらん、お父さんがおらん、お父さんどこ行ったんか、お父さんおいおいいう声がはるか遠くの方でするでない。お父さん声がするが姿見えんなってどうしたんかね。親父がね、畳がね原爆で吹き上げられてね、畳が。で畳が56枚座敷の畳が積み重なってるんですよ、この隅の方へね。その下敷きになってね、すぐその後はおふくろが乳母車が、親父を乗せて、それでその時の避難所があの辺が小長小学校でしたからね、小長小学校へ親父を連れて行って、妹は何ともなかったですね。で下の妹はあれだけそういう調子でやっぱり怪我はなかったんですね。
お長が小学校へ一旦逃げたんですがね、これは今のお長小学校の入り口の門の前です。でね、この生徒らはね、中学2年生いう感じでした。僕と同級生。もう上おったんか何しょったんか、まだ時間ですから作業に取り掛かる直前だったんでしょうがね。だからもろに原爆の殺人光線をもろに受け取ります。みんなね、この爆風なんかで何したんでしょうね、髪はもう縮れてね、で顔もすすけてね、いうような状態でした。であちこち心も破れてね、広島駅が開いたら広島駅の向こうの方は広島市ですからね、広島市の方はもう見渡す限り真っ黒、空が真っ暗です。の子らがね、指さしてね、お母ちゃん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 って大泣きしておりました。この手を挙げとるのを泣きおるんです。広島の中心部の方からの学校が来とるわけ。もうこれはうちはもう全滅じゃやっぱり直感したんでしょうよ。そういう雰囲気でした。でね、そっからね、東連兵場からね、もうね、その周りの愛宕町じゃ辺のね、家がぼつぼつね、火がついて燃え出しました。それでやっぱりこれちょっと危ないのを思うてね、で僕は落ち事を越えたところにね、あそこの親類に行って、でそこで一晩過ごしたんです。向こうが広島で、空がこれです。で真っ赤に燃えてね、僕はもう朝起きてから家帰ってもうちはもうきれいに焼けて何にもないのを思ったんですがね、帰ってみりゃまだ残っとった屋根はもうバリバリに避難しとるし、瓦飛んどるし、ガラスはありゃせんし、もうこん限りめげちゃおったですがね、じゃあ潰れちゃおらんかったですからね。じゃあそういう状態でした。これは原爆の2日かな、2日ぐらいおふくろと妹もおった。だから小さい妹もおった。でわしと4人連れですよね。4人連れでね、もうとにかく汽車も何も動かんのですから。で夜はね、どこにもこう避難しようがないんですよ。そこに歩いて古市まで行くわけですよ。日が暮れを白母状態です。それであちこちね、家の燃えとる、まだ燃え切って後に残り火のようなボス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 燃えとるのがこの絵ですよ。でこれが栄橋で、とらね、橋の真ん中あたり当選棒するようにしてね、大きな男がね、欄干やね、やり方が手がね、川の中をじーっと見とるんですよ。で周りは誰もおりませんでね、気持ちが悪いですよね。でね、恐ろしいのを思うたんだけど、おふくろも恐ろしかったんでしょう。わしに何時かね、聞いてこいってから、恐る恐るすいませんが今何時でしょうか言ってやったら、いや何にも言わんのよ、ものを言わんの。でね、じーだからね、川の中見とるんよ、川の。でお母さんお母さん、これはおかしいよ、このおじさん死んどってよいうようなことやね。
よう見りゃ息はしょうらんのですよ。でここに血を垂らしてね、たらっとね、そして上半身裸ですよ。兵隊だったんでしょうね。でそのヘリを後ろを恐るわしら3人4人か。言ってからすり抜けるようにしてね、これから真っ暗になるんですが、古市までのね川沿いのねこの大きな藪がね、竹やぶがもううっそうと茂ってる、もう昼でも暗いぐらいの竹やぶがね茂ってるんですよ。そこの中をね4人で逃げて歩いて古市まで行きました。六郎さんでしょう、奥さんでしょう、でね秀明君、公子ちゃんね、それでその弟守君、それでもう一人明子ちゃんいうのはまだ1歳になるかならんかで、海なんかによう連れてくるのがこの六郎さんいうのはこの自然を愛するあれでね、散髪屋ですからね、仲良かったですね。もうほんまに秀樹君でね、あの日は原爆のその日は学校行っとるんですよ、秀明君と公子と。で家は散髪屋ですから早いですから、起きて親が店の準備せないけんから子供らも早うご飯食べて、でもう原爆の落ちる前ぐらい直前ぐらいに学校行っとったらしいですね。秀明君は鉄筋コンクリートの校舎へおって、原爆が爆発した時に2階かなんかの鉄筋コンクリートの校舎の2階かなんかから運動場へ向かってバーンと吹き飛ばされたん言うんですがね。じゃがあれでしょ、爆風がひどかったけん着陸する角度が良かったんでしょう。秀明君はそれで怪我はしてない。公子は運動場で爆風直射を受けたわけですよね。光線をもろに受けて真っ黒ですよね、体中黒焦げだったらしいです。それで秀明君がそのヘリの方を通って真っ黒焦げの中から公子さんが見つけてね「お兄ちゃん助けて」って言うたそうですよ。でも体が黒焦げになったんですよ。でお兄ちゃんがその妹を背負うて、そこから背負うて校舎から運動場から出て宇品の御幸橋まで逃げた。御幸橋はねあれができとったんですよ。もう避難所がそこへ行って治療を受け思うて公子を背負うて6年生の体で3年生か公子を背負っていたら重たいですよね。しかも重症でぐたっとしとる。だからもうそこで公子はもう息がねこうなって「お兄ちゃんこの敵取ってね」言うたそうですよ。この敵取ってね言うて、それで息がもうそこで切れて、であの辺で死んだのもう片っ端からもう兵隊さんがトラックに積んで持ってって焼きおったんですよね。
君ちゃんは結局どうなったかわからんです。秀明君は上から軍隊のトラックかなんかで乗せられてでしょう、宇品まで逃げて、で宇品から向こうの二の島へ救護所ができとったから二の島まで逃げて、そこでうろうろしょったらうちの親戚ですがね来ておられて、だからね何日経っても親が迎えに来んだんだよこれはおかしいのとやっぱり子供でも気がつくんでしょう。でお母さんが来てくれん言うんでブツブツおかしいいうようなことになって、とうとうお母さんに会いたいお父さんに会いたい言うておしまいは毎晩泣いて手こずらしたらしいですよね。それでこれはしょうがない、本当のことを伝えないようなことでおじさんが「実はあんた方のお父ちゃんお母ちゃんがみんなね死んで一家全滅していうようなことを言わざるを得んじゃないですかね、最後はね。でねワン大泣きして一晩大泣きして、急に様子が変わってね、鼻血が抜け出して止まらぬだそうじゃ。お父ちゃんお母ちゃんが死んだけどいうことを聞いた途端にその緊張が崩れたんだね。で結局もうそれっきりやったんですよね。秀明君は新宅の家で亡くなったんですね。六郎さんはね調べたらね役場でね鈴木六郎のあれを処理したいうのがね見つかったんです。でね死んだのはあっちの方で死んだらしいですよね。大竹だと。だから奥さんのあれは藤江言うんですが、藤江さんは親の家に逃げとってそこで亡くなったんですよ。最後はもう井戸がね小さな井戸がこうあちこち掘ってあったですよ。その井戸に飛び込んだとも聞いとるんですがね、明子と守はね、その散髪屋の跡がきれいに僕らが行ったら焼けて何にもなかったです。ここが散髪台だったんだよ、2つほど残っておりましたね。でそこへうちの親父なんかがあと行った時にその散髪台の下の方に守君とその下の明子ゆんと2人分の小さい骨がね残っとったんやんで、だから守君と明子はお店で焼け死んだんですよね。やっぱり戦争はいけんぐらいのことしか言いようがないですがね。今度核兵器を使ったりしたらおそらくもう地球はダメになるんじゃないですかね。核兵器いうのはあっちゃいけませんよ。俺はもうこんな恐ろしいあれはないですからね。
とにかく、どう言ったらいいかね。まあ核兵器も何もともかく腹が減っちゃう戦になりません。もう平和の日々とにかくこうやって毎日ね、そうごっつでのうてもええけね、毎日ねこう食べるもんがあるよね、いうことがね、どんなにねありがたいいうかね、幸せないうかね、やっぱりねそこまでね追い詰められてみんとわからんのですね。